どれこれできたかな。うまそう。もうゼラチンたっぷり。はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。このチャンネルは一年を通じて旬の魚のさばき方や刺身、その他の料理などを解説を交えながら紹介しております。最新情報のお見逃しがないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、2月も中旬になりましたが、まだまだ寒い日が続きますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。春ももうすぐと思いきや、こちらでは未だね、大雪なんか降ったりして、春がちょっと遠のいたかなって感じですけれども、まあね、冬は冬で楽しいことはたくさんあります。そしてね、寒い日が続きますので、まだまだ鍋が美味しい季節になります。はい、なのでね、前回さばきましたあんこを使って、今回はあんこう鍋を解説を交えながらご紹介したいと思います。びっくりするぐらい美味しかったので、この気持ちをね、皆さんにお届けできたらいいなと思います。はい、では、調理の方に移りたいと思います。それでは、本編を、どうぞ。まず、鍋を作っていく前に、前回のおさらいを。いやー、しかし、でかいあんこうでしたね。久しぶりにさばいたっていうのもあるんですが、かなり手こずりました。前回お伝えしてなかったんですけども、あれはね、夜中の1時半ぐらいからさばいて、結局ね、撮影込みで、だいたい3時間ぐらいかかったんですよ。あの日は休みだったのでよかったんですが、まず大変な死闘を繰り広げました。まあでもね、その回もあってか、いや、それ以上にあんこう鍋が美味しかったので、今回はね、それを皆様に伝えたいと思いました。全部伝わるかわかりませんが、精一杯気持ちをお届けしたいと思います。じゃん。はい。今日はね、日曜日なんで、ゆっくりと動画撮影ができます。でね、今日は何を作ろうかというと、こちらです。そう。この前ね、あんこをさばいたじゃないですか。でね、そのあんこを使ってあんこう鍋を作ってみたいと思います。はい。でね、あんこうなんですけど、もうね、この前さばいたやつ、もう実はこのようにね、小分けにして真空しております。まずはね、あんこうの出汁を作っちゃいます。うちは味噌仕立てで、その味噌にですね、あん肝を溶いております。よし、じゃあ作っていきましょう。そしたらね、だし4合に対して、味噌が 110g、うちは 110g を入れてまして、あと、みりんを 50cc 入れております。よし、沸いてきたね。みりんを入れてるんでね、一煮立ち、アルコールを飛ばしてください。で、ある程度、アルコールが飛んだら、火を弱めて、はい、そして、味噌を溶きますと。ほんと今日はね、休日なので、ゆっくり動画回せて、ほんとね、気が楽です。てか営業中だとね、もうせかせかしちゃって、撮影がままならないんでね、今日はゆっくりのんびりとやっていきますよ。そしたら、はい、あん肝。これをね、こうしちゃいますと。はい、ちょっと当たり鉢。ざっくりでいいです、別に。そしたらこれ、あん肝。ペーストにしたもの。これをね、入れていきますと。でね、これ。これがね、一番もったいないんですよ。これ。ねえ、これ一番美味しいとこ。これは必ず入れましょうと。ここについてるこれだともったいないからね。こう、ぐいぐい溶かして。肝が溶かれたお出汁の完成で、これを鍋に入れていきますと。ちょっと味見しようかな。グレイト。うますぎます。よし、じゃあ今度鍋に盛り付けていきます。さあ、では盛り付けていきましょう。まずね、白菜ともりもりいきましょう。はい、豆腐入れてと。よし。そして、はい、先ほどのあんこ。見えるかな。
あんこを投入。もうね、ワイルドに行きましょう、ワイルドに。で、椎茸ね、椎茸を入れてと。あとね、ネギとえのき、それから春菊。これはね、もうちょっとしてから入れます。ちょっとね、グツグツして、白菜をちょっとね、しんなり柔らかくして、豆腐に味が入った頃に入れます。で、先ほどの、この出汁を、投入。たっぷりかけてね。はい、ひとまずね、この形で煮ていきたいと思います。さあ、じゃあ次の工程にね、行きまーしょ。よいしょ。じゃあね、入れていきましょう。あとこの柚子、見えます？柚子の皮。これ一つね、入れとくと上品な味になりますので、ちょっとね、柚子の皮も入れておきましょう。よし、じゃあ蓋をしてちょっと待ちましょう。ちょっと開けとくといいですね、こういうの。ね、少し。沸き加減が、ちょっと開けとくとわかるんでね。どうだろう？結構いい感じなんじゃないかな。またちょっとアクが出てきたね。ちょっとすくってと。あとね、どうしよっかな。実食する予定なかったんですけどね、今日。ちょっとこれ、食べないとね、あんこに失礼かなってちょっと思ってきましたね。こんないい香り出しちゃって。これは食べないと失礼かな。よし、じゃあね、だいぶ火も入ってきたので、ここでね、ネギ投入しちゃいましょう。ネギを投入と。はいと。ネギはね、ちょっとだけ時間かかるんでね、ちょっと早めに入れといてください。で、お客様に出すのでね、だんだんとここで形を整えていく。白菜を白菜でまとめていって、豆腐もちょっと揃えてあげると。やっぱり見た目って重要ですからね。鍋だってすごく重要ですよ、見た目。ね、こうやって柚子もちょっと乗っけてあげてね。そしたらね、さらにあん肝を入れます。これもね、こうやってね、こう揃えて入れたいですよね。この端っこに入れますよ。そしてネギに火が入ったらネギも整えると。やっぱ揃えてあげるといいですよね。こういうのもね。で、このスペースにね、えのきと春菊を入れます。そして、椎茸は上に乗っけてあげて、柚子も入ってるのをやっぱり見えるようにしてあげてんでね。中央に置いて、汁を上からかけてあげてと。よし。はい。そしたらね、最後、蓋をして、一煮立ち。強火で。そうね、10秒ぐらいかな。はい、OK。で、あとこの蒸らす。これでもうえのきと春菊には火が入りますので。で、あん肝もね、温かくなりますし、ちょうどいい感じになりますよ。さあ、それじゃあね、じゃあ向こうで開けてみましょう。ちょっと振りすぎでしょ、これ。歴史的大寒波ってやつ。さあ、どうなってるかな。よし、これね、ちょっと、湯気がいい塩梅に出るかな。よし、いきます。オープンザ鍋。でれん。どうですか。熱い。どうですか、ほら。見えるかな。ほら、美味しそう。これは、うっひょ、これは食べたいな。これは反則です。これは反則だね。これうまいんすよね。この、えのきと春菊。もうくたくたですよ。くたくた。ねえ。そして、豆腐をもらい、そしてね、主役入れなきゃね。主役。はい。あんこ。ね、プルプル。ほら、見てこれ。もう、ゼラチンたっぷり。よーし。汁を張って。ほら、見てください、これ。ではね、いただきます。あんこう鍋ってね、そんなに食べたことないですね、僕。実は。だいたいいつも味見で終わっちゃうんでね。今日はじゃあ、堪能したいと思います。まずはね、汁から。
んなん絶対うまいっすわ。見えるかな？いただきます。あ、こんな柔らかいんだ。めっちゃくちゃ柔らかい。うまい。うますぎる。じゃあこのくたっとした子たち、いただきます。この出汁がね、うまいんですよ。味噌仕立てで、このあん肝をこして入れているっていうのが、もうほんと絶妙。このね、味の染み込んだ野菜。これはうますぎる。だったら絶対この豆腐うまいでしょう。これはうまいでしょう、絶対。いただきます。ですね。です。もうね、言うことない。何も言えない。いやー、最高。やっぱりね、改めて、あんこう鍋っていうのは人気があるんだなって今思いましたね。うちでもね、事前にやっぱり予約をして食べるお客様が多いんですよ。やっぱそれぐらいね、ファンが多いんですよね。この味知っちゃったらファンになるかもしれない。いやー、最高。でね、何が最高かっていうと、もちろんね、この今食べてる鍋、最高なんです。でもね、皆さん口揃えて言うんですよ。この残った汁、これで作る雑炊がマックスで美味しいって。それもね、堪能しようかなと思ってます、今。じゃあね、雑炊作っていきたいと思います。しゃよし、じゃあ、一応ね、雑炊を作っていきましょう。これがね、楽しみと言っても過言じゃないですからね、あんこう鍋は。そしたらご飯を投入。そしたらね、で、卵で閉じます。ぐつぐつ沸いてきたな。こんなもんかな。あんまり混ぜないで。あとは一気に流し込む。そしたら、ちょっと動かして、よし、オッケー。見ろこれ。これと。はい、完成。雑炊の出来上がり。あとね、もう、お行儀悪いけど、ここで食べちゃいます、もう。いただきます。これはうまいわ。うまい。うますぎる。もうね、断言できます。あんこう鍋の一番美味しいのは雑炊ですね。これ間違いない。この柚子合いますね。柚子の香りも合う。これはね、ぜひ皆さんに食べてもらいたいです。いつかうちの店遊びに来てください。その時はあんこう鍋食べてください。はい、本日は以上となります。はい、いかがだったでしょうか。美味しさ伝わりましたかね。気持ち伝わったよって方いましたら、押すだけでもいいのでコメントしていただけると嬉しいです。自宅であんこう鍋を食べるっていうのは、なかなか敷居が高いと思うんですけれども、もしスーパーとかであんこうの身とあん肝見つけたらですね、ぜひぜひ自宅でも試してもらいたい一品ですね。ほんとね、イメージより全然作り方が簡単ですので、あとは料理屋さんに行ってまだまだこの季節あんこう鍋各地でやってると思いますので、ぜひねこれを見た方あんこう鍋を食べてみてはいかがでしょうか。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おっす。